声優の月城里奈です。本日は漫画家のどでんちゃん先生をお招きしております。よろしくお願いします。南の帝王やリアルアカウントなどのアシスタントを5年間経験後独立され、ジャンププラスにて3年 C 組鬼瓦先生、なぜかみんなに好かれている体育教師を連載後、現在は SNS 漫画家としても Twitter 上で作品を発表されています。ということで先生、先ほどぶりです。先ほどぶりです。よろしくお願いします。どてんちゃん先生は週刊少年ジャンプで大人気だったろくでなしブルースの森田正則先生をリスペクトされていて、森田先生がよく書かれる煽りとか俯瞰の構図がよくご自身の漫画にも登場するというふうにお聞きしました。今日はですね、こだわりの煽り構図をアナログ作画していただきたいと思います。ということで今日はケント氏にアナログで実際に煽り構図でちょっと作画をしていただきたいなと思っているので、普段やられている流れで全然大丈夫なので、早速見せていただいてもいいですか？はい、お願いします。普段は何から作業されるんですか？そうですね、基本的に最初にネームがある状態で、このポーズをこのデッサン人形に撮らせて写真撮ってで下書きに入るみたいな流れですかね。人形をこう動かしたりしてポーズ撮って写真を撮って、そこから作っていくって感じですか？そうですね。まずざっくりネームがある状態、はいはいはい、イメージ的にはこう呼び止めて手を掴んで振り返るみたいな感じの、例えばこういうのがあって、これネーム状態でこうだとして、これでポーズを取らせるって感じ。自分で例えばやるとすると、立たせなくても横になった状態でこういう風にできるはできるんですよね。確かに。そう、誰かの力を毎回借りるわけにもいかないから、例えばこれで写真を撮る。もう呼び止めポーズになってますもんね。そうですね。いろんな角度から。あ、そっか、角度つければいろんなね構図にもなるし、今日のテーマである煽りにもなりますもんね。そうですね。何回も撮っておいた方が後々なんかここだみたいなところが見つかりやすい。そっか、後でもう一回撮ろうってなっても同じとは限らないですもんね。そうなんですよね。だったら今いっぱい撮っといた方がいいか。すごい。結構撮るんですね。1ページにつきもじゃあ2、30枚ぐらい撮る時もあるみたいな。そうですね。こう撮ります。普段だったら、これを下書きにして、当たりにして下書き書いていく。なるほど。煽りとか俯瞰ってもう普通に書こうと思うとめっちゃ難しいと思うんですよ。今はこうやって資料を見て書いて、私もちょっとこれ見ながらだったら頑張れるかなって思うんですけど、さらにここから服着たりとか帽子かぶったりとかするとまたちょっと角度によって変わってくるじゃないですか。難しいなとか思わないんですか？いや、めっちゃ難しいですよね。なんかスーツのポーズ集じゃないけど、ありましたね。なんか私も持ってました。あ、本当ですか？はい、持ってました。そういうのをめっちゃ見まくってシワの練習とかして身につけた集合体みたいな。なるほど。結局観察力みたいなところありますよね。私は結構模写もしてたんですけど、構図だけ模写するみたいなこともやってて、線画までいかずにネームっぽく構図だけ模写するみたいな。やっぱそういうのって繰り返して練習することによって画力の向上にもつながったりするんですかね？そうですね。画力もそうですし、演出力というか。演出力。はい。なんかネームの切る時の演出に結構重要かなって思いますね。ネーム力というか。ネーム力。はい。もう8割ぐらいのその全体的な構図というかはもう作が終わってる感じですよね。そうですね。ここになんか表情つけて紙足して。
先生的にこの煽り構図ってなんかどういう効果をもたらすのとかってあったりしますか？緊迫感というかなんか、やっぱり煽りと俯瞰を書くと、こう映像っぽくなるっていうか、リアル寄りになるっていう感じですね。ずっと同じ目線というよりかはなんかちょっと自分の位置が変わることで映像を見てるような感じにはなりますよね。そうですね。迫力が出やすい。なるほど。今これ煽り構図で書いてるじゃないですか、はい、これがもし普通の構図だったりするとやっぱり違ったりしますか？まあ、そうですね。なんか普通の何の変哲もないコマになるっていうか、まあ、迫力は出ないですかね。まあ、あんまり私はどっちかというと対応しすぎだなって自分で思うので何とも言えないんですけど、迫力とか緊迫感、映画っぽさみたいな出したい時には基本的に煽りか俯瞰は入れる感じです。煽りと俯瞰だとさらに違ったりしますか？そうですね。俯瞰はどっちかっていうと全体をこう見渡すというか、映画でいうところの入りの上から見せるみたいなところに使いがちなので、どっちかっていうとこう煽りは迫力があるメインのコマとかに使いがちですかね。なるほど。はい。普段の制作はもうほとんどデジタルが多いですか？そうですね。基本的にはデジタルが多いです。デジタルだと、まあ、こういうふうに写真撮ってもそのままそれを下書きにできちゃうんで。そっか、アナログだと写真撮ってその 見ながらみたいな感じになりますもんね。高速違反かなんかやったんですかね、左のおそらく捕まってそうですね。この後指導かな、もしかして先生が SNS に上がってる漫画って、あれって一作品でどのぐらいの時間かかるんですか？4ページだと4ページ、でもあの量2日で仕上げられるんですね。そうですね。結構一気に仕上げちゃうタイプですか？それとも休憩挟みつつ作業されるタイプですか？休憩1ページごとに休憩はさすがに挟んでるかな。こんな感じですかね。はい、ということで完成しました。先生の煽り構図のペン入れが終わりました。確かに煽りで見ると先生先ほどおっしゃってたように緊迫感がありますね。そうです。よりドラマチックな感じというか、まあ、結構煽りとか俯瞰とか、まあ、人体とか、苦手な方もいると思うんですけれども、こういうデッサン人形とか、あとはまあ自分で自撮りして写真撮ったりとか、そういう参考資料があればもっとうまく簡単に描けると思うので、皆さんもぜひやってみてください。はい、ちょっと月白もやってみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは動画を見てくださった皆さんありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。